今回はジャンプ力アップトレーニングをしてジャンプ力が上がった人は何が変わっていたのかを詳しく解説していきます。ある意味ここを理解していないと効果的なトレーニングはできません。一つ一つのトレーニングのどこに重点を置き、どこが改善されていけばよいのかが理解できるとトレーニングの質は一気に上がります。時間を無駄にしないためにもぜひ最後までご覧ください。ジャンプ力アップのメカニズム、助走スピードの変化とは、腱を強くする、スキルトレーニングの考え方、トレーニングの回数、強度、頻度の考え方。まとめ。では早速いきましょう。ジャンプ力アップ企画においてジャンプ力が大きく向上した方には共通する変化が見られました。それは助走スピードが速くなっていたのです。それを聞いて安易に、では助走を速くすればジャンプ力が上がるんだなとは考えないでください。それは半分当たっていますが、半分間違った考え方です。こちらの動画でジャンプ動作の解説をした際の起こし回転の説明を思い出していただきたいのですが、起こし回転によって高く跳ね上がるにはスピードが速い方が良いというものがあります。そこから考えると助走スピードを上げた方が良いわけですが、人の体で高くジャンプをすることを考えるとそう簡単にはいかないのです。助走スピードを上げつつ高くジャンプするためには主に2つのことが必要になります。1つ目に、速いスピードをパワーに変えることができる筋肉や腱の強さ、特に腱の硬さが必要だということ。そして2つ目には、速いスピードをコントロールするためのスキルが必要だということです。つまり端的に言うと、助走からのジャンプ力を上げるためには助走スピードを上げる必要があり、助走スピードを上げるためにはフィジカルトレーニングによって筋肉と腱の強さを高め、スキルトレーニングによって速いスピードを制御するスキルを磨く必要があるということです。助走からのジャンプはどちらかというと最後の左足が重要です。そして左足のジャンプは主に腱を利用した高速ジャンプであることからも、筋肉を大きく強くすることよりも腱を硬く強くすることの方が重要なのです。僕はこちらの動画でアキレス腱はゴムのようなものだと説明しました。ジャンプの最後の踏み切りで左足はこのようにつま先側でかかとを浮かせて着地します。そして筋肉が収縮した状態でかかとが下に落ちることによりアキレス腱が引き伸ばされ、ゴムが収縮するようにこちらへ引っ張ることで一瞬で強く地面を蹴ることができるのです。起こし回転を利用して跳ね上がるのは 0.15 秒というほんのわずかな時間です。このわずかな時間に筋肉を意識的に収縮させることはほとんどできません。この時の左足の筋肉の働きは関節をこのように動かすというよりは関節を固めることが主となります。着地の衝撃で足がぐにゃっと曲がりすぎないように固定するのです。そして筋肉によって関節を固めたまま助走スピードのエネルギーを受け止めることにより腱が強く引き伸ばされゴムのように収縮します。そしてこのゴムのような収縮スピードも腱の硬さによって変わってくるのです。これを理解するためにゴムを使って実験をしてみます。ゴムにボールを結びつけて落下させ、ゴムが伸びて縮み、ボールがジャンプするまでの時間に注目しています。この赤いゴムは柔らかいゴムです。この高さから落下させるとゴムが伸び縮みしてボールがジャンプするまでの時間は 0.23 秒でした。次にボールをもっと高い位置から落下させてボールのスピードを速くしています。するとゴムは大きく伸び縮みするのでボールは先ほどよりも高くジャンプします。しかしボールがジャンプするまでの時間はやはり同じくらいかかりました。ではボールがジャンプするまでの時間を短くするためにはどうすればよいでしょうか。それはゴムを硬いゴムにすることです。この黒いゴムは赤いゴムよりも硬いゴムです。ゴムの長さは同じにしています。このゴムだとボールがジャンプするまでの時間は短いです。この実験を踏まえた上でジャンプ動作の最後の左足の動きを考えてみます。最後の左足は起こし回転を利用するために斜めに着地するわけですが、体は助走のエネルギーによってこの方向へ進もうとします。
ですので着地している時間が長いとジャンプの方向は上ではなく前に流れてしまいます。助走スピードが速くなればなるほど体は垂直に近づいてしまい、起こし回転をうまく利用できなくなるのです。つまり助走スピードを速くしつつしっかり起こし回転を利用するためには、最後の左足の接地時間はより短時間でなくてはならないのです。助走スピードを速くした方がより強くゴムが引き伸ばされて縮むので、確かに収縮する力は強くなります。しかし腱が柔らかければ収縮するまでの時間が長いため、地面を一瞬で蹴ることはできません。これは赤いゴムの実験でもわかるように物理的に不可能なのです。一方、腱が硬く強くなれば助走スピードを上げても一瞬で跳ね上がることができますし、助走の勢いを利用してより高くジャンプできるのです。これは黒いゴムで行った実験の通りです。つまり助走スピードを上げ、その勢いを効率よく利用してジャンプするためには、一瞬で伸び縮みできる硬い腱が必要なのです。そしてこの左足の硬い腱を作るトレーニングがアンクルジャンプやサイドステップなのです。関節をあまり曲げすぎないようにしながら、かかとを少し浮かせて着地して一瞬でジャンプするようにすると、アキレス腱が強く引き伸ばされ、腱に適度な負荷をかけることができます。定期的に適度な負荷を与えていると、体はその負荷に耐えられるように適応していき、強く硬い腱になっていくのです。またこれは右足でも同様です。助走スピードを速くすれば、こちらの右足にも大きな負荷がかかります。この負荷に耐えられずに膝が曲がりすぎると、スピードを吸収してしまうだけでうまく止めなくなるのです。一般的には筋力が弱い状態で助走スピードを上げると、膝や股関節を深く曲げることができなくなります。これは人をおんぶするなど重い負荷をかけながら膝を曲げることをイメージすれば理解できると思います。膝を伸ばしていれば大きな負荷にも耐えられますが、膝を90度に近づけるほど力のモーメントが大きくなるため、膝を曲げることが困難になります。そういうわけで、筋力が弱い人ほど右足を深く曲げて沈み込むことができない傾向にありますので、助走スピードを上げたとしても右足1本で踏ん張れる筋力もつけましょう。つまり助走スピードを上げつつしっかり下に沈み込み、最後に左足で一瞬で蹴るためには、主に膝を曲げた状態で踏ん張れる右足の筋力と、一瞬で反発できる左足の腱の強さが必要なのです。そのために勢いよく前に踏み込んで右足1本で耐えるトレーニングや、ジャンプの着地を片足で制御したりするトレーニングをして右足の踏ん張る力を鍛え、アンクルジャンプやサイドステップで一瞬で蹴り返し、左足の腱を強くするためのトレーニングをするのです。そしてより高くジャンプするためには、もう一つの重要なポイント、速いスピードをコントロールするためのスキルも必要なのです。突然ですが、あなたはピアノを弾いたことがありますか？ピアノを習得することも高くジャンプできるようになることも、スキルを身につけるという点では基本的には同じです。ジャンプ動作はある意味教わらなくても誰でもできるので、スキルを身につけるというイメージはないかもしれません。しかし実際にはとても複雑で精巧なスキルなのです。そしてそれは助走スピードを上げれば上げるほど難しくなっていきます。ピアノを弾いたことがある人はわかると思いますが、ピアノはいきなりこんな感じに弾けるようにはなりません。このテンポで指はこの順番に弾くと頭では分かっていても指は動かないのです。ちなみにこれはうちの長男です。まだ本来の曲のテンポで弾くことはできず、練習中の曲です。特に難しい部分は右手だけで練習して、今度は左手だけで練習して、ゆっくり丁寧に反復していました。そして右手だけ、左手だけで弾けるようになったとしても、両手を合わせようとするとたちまち弾けなくなるのです。それを少しずつ部分練習をして反復しながら、ゆっくり徐々にスキルを身につけていきます。そしてこれくらいのテンポなら両手で弾けるというレベルに達したとしても、ほんの少しテンポを上げるだけで嫌になるくらいミスタッチしてしまうのです。ミスタッチをしたらまたテンポを落として反復し、本当に少しずつテンポを上げていくのです。一気にテンポを上げてもミスタッチの多い汚い曲にしかなりません。今の息子の状態で本来の曲のテンポで弾こうとするとこうなります。ゆっくりでは弾けても少しテンポを上げるとたちまちミスタッチが増えるのです。さらに悪いことにテンポを落として練習することに飽きて、
多少ミスをしながらでも速いテンポのまま反復しているとミスタッチを指が覚えてしまいます。なぜかいつも同じ場所で同じ間違いをしてしまうのです。一度そうなってしまうと頭ではこれは違うと分かってはいても修正するのは本当に大変です。それを直すには再び曲とは言えないくらい遅いテンポで嫌というほど反復練習をしなくてはならないのです。そしてこういったスキルの習得過程はジャンプ動作でも同じだと考えています。左足の向きを修正するにしても腕振りを改善するにしても一度に全てを習得するのは困難です。そしてある程度できるようになってきても助走のスピードをほんの少し上げるだけでも今までと同じようには体は動きません。ピアノの練習で全く同じ動きでも曲のテンポを上げると間違えてしまうのと同じように助走スピードを上げると筋収縮にほんのわずかなズレが生じパフォーマンスを下げてしまうのです。何が言いたいのかというと助走スピードを上げるためにはそれ相応のスキルトレーニングが必要だということです。もしかしたらあなたは助走スピードを上げるなんてちょっと速く走ればいいだけじゃんと思うかもしれません。しかしそんなに簡単なことではないのです。ピアノの習得と同じように少しずつ丁寧に行わないと誤った筋収縮の癖ができ早くできているようで実はきちんとできていないということが生じます。しかもそれは修正するのがとても大変なのです。さらにミスタッチをしたらすぐに音の違いがわかるピアノと違ってジャンプ動作のミスは分かりづらく一見すると普通にジャンプできているように見えるから厄介です。助走スピードを上げることがジャンプ力の向上につながることは間違いありませんができるだけ正しいフォームで注意深く丁寧に反復し何週間もかけて少しずつスピードを上げていけるようにスキルトレーニングをすることが大切なのです。ここまでの説明を理解すると筋肉や腱を強化することとスキルトレーニングによって助走スピードを上げることを並行して行うことが大切なのだとわかると思います。筋肉や腱をより強くするためにさらに勢いよく遠くへ踏み込んだり片足で一瞬で蹴るように両足ジャンプから片足ジャンプに変えたりと数週間かけて徐々に負荷を上げていきます。そしてそれと並行してスキルトレーニングでは助走スピードを少しずつ上げていけるようにフォームが乱れないよう意識しながら行う必要があるのです。ジャンプ力アップのためのトレーニングの回数や強度、頻度については体を鍛えるフィジカルトレーニングと技術を身につけるスキルトレーニングで少し考え方が違います。ジャンプ力アップトレーニングにおいてフィジカルトレーニングというのは前回紹介した丸1から丸10に全てのトレーニングを行うことです。そしてスキルトレーニングというのは丸2、丸5、丸8、丸11の部分にあたります。フォームを確認し助走からのジャンプの動きを洗練するための練習がスキルトレーニングです。この動画内では3、4、6、7、9、10のトレーニングは含めずにスキルトレーニングだけを行うことをスキルトレーニングと言い1から10に全てを行うことをフィジカルトレーニングとして説明していきます。まず1から10に全てを行うフィジカルトレーニングについては体力に合わせて回数や強度を調整し体の回復具合、体調に合わせて頻度を調整します。例えば体力があまりなく回復力もあまりないのなら1から12を全て行うようなトレーニングはとてもハードで回復にも時間がかかるでしょう。そんな方はそれぞれのトレーニングの強度を落として軽めに行い回数も10回ではなく7回に減らすなどして頻度も週に1回で良いでしょう。一方体力があり回復力もあるのなら強度を高め回数やセット数も増やし週に3回行っても良いです。また体力や回復力があるとしてもこのジャンプトレーニング以外にもスポーツ活動を週に何回か行っているのならジャンプトレーニングは週に1回か2回で良いかもしれません。このように個人の能力や環境によって調整する必要があるのです。簡単に言うと体力が回復してきたらヘトヘトになるくらいしっかりトレーニングすることと体が疲れている時は無理をしないで休むことです。そしてまた体力が回復してきて全力を出せそうならトレーニングを全力で行えばよいのです。疲労が溜まった状態では全力を出してトレーニングすることができずトレーニング効果は薄れますし怪我にもつながりますので週に何回と決めてしまうより全力を出してトレーニングができるようにその時その時の体調によって調整することが大切なのです。
そして技術を習得するスキルトレーニングは回数や強度、頻度の考え方が少し違います。スキルを効果的に身につけるためには、全く同じことを連続で行う回数は3から5回と少なくして、強度は上げたり下げたりしながら徐々に上げ、頻度は毎日、そして1日に何度も練習することです。科学的なデータによると、スキルを身につけるには20回も30回も同じことを反復するより、数回の反復練習を頻回行う方が効率が良いことが示されています。例えば、組み立てるという意味の英単語を覚えるとき、一度書いて、消して、また書いて、消して、さらにもう一度書くくらいで一時的には覚えることができます。難しい単語でも5回くらい繰り返せば短期的には覚えることができます。それ以上10回20回と繰り返しても時間の無駄です。例えば一度に15回連続で書くよりも3回書いて忘れかけた頃にまた3回書いてまた忘れかけた頃に3回書いてというやり方で5回行う方が長期記憶として学習でき、無意識レベルで書ける単語になっていきます。トータルは同じ15回でも一度に集中して15回行うより分散して学習する方が長期記憶になりやすいのです。これは英語や数学などの勉強でも運動のスキルトレーニングでも同じです。僕が紹介した1から12のトレーニングメニューでスキルトレーニングを分散させていた理由の一つがそれです。トレーニングに意図を持たせるという意味の他にも、一度に10回20回と集中して行うのではなく、数回の練習を分散学習にするという意味もあるのです。強度の上げ下げについては、スキルでは難易度のコントロールを意味します。部分練習から全体的な練習、そしてスピードを上げ、発揮する筋力を上げていくことが強度を上げていくという意味です。フォームが安定していないうちは、左足のつき方だけに意識を集中したり、腕振りだけに意識を集中したりして部分練習をすることも効果的です。これもピアノと同じような感じです。ジャンプ動作でもある程度フォームが身につくまでは全体的に練習したり、部分練習をしたり、速度を落としたりというように難易度を調整しながら正しい動きを身につけていきます。そしてある程度フォームが身についてきたら助走のスピードを上げていきます。これも上げたり下げたりしながら徐々に上げていくことが大切です。ピアノの例でも示しましたが、いきなり速くしすぎるとすぐに協調性は乱れてしまうのです。焦らず丁寧に反復し、慣れてきたらほんの少しスピードを上げてみましょう。そしてうまく飛べないようならまたいつものスピードに戻したり、たまには部分練習をしたりして動きを確認し、うまく動かせている感覚があればまたスピードを少し上げてみるというように徐々に難易度を上げていくと良いです。そしてこれも重要なことですが、フォームについては考えすぎてもいけません。ある程度形になってきたらフォームなんて気にせず、とにかく最高到達点を超えることだけを考えて全力で飛ぶことも大切です。その際は目標物があると良いです。最高到達点でギリギリ触れるくらいの位置に紐を垂らすなどしてそれをタッチするようにジャンプするのです。フォームも大切ですが、フォームにとらわれすぎてもよくありません。矛盾しているようですが、あまり頭で考えすぎず、とにかく高く飛ぶとシンプルに全力を出すことも大切なのです。このようにスキルトレーニングでは単調な練習にならないように工夫しながら理想のフォームを作っていきます。そして頻度については英単語の例で説明したように、毎日1日に何度も練習するのが効果的です。例えば競技練習の合間に数回行うだけでも効果はあります。これはやればやるほど良いようです。ただ週に1日くらいは完全に休みの日を作ることも良いようです。助走からのジャンプ力を上げるには助走スピードを上げる必要があります。助走スピードを上げて高くジャンプするためには、フィジカルトレーニングによって筋肉や腱を強くすることと、スキルトレーニングによって速いスピードをコントロールする能力を高める必要があります。フィジカルトレーニングの効果を最大にするのは実はとても単純なことです。それはしっかり休息を取ることと、体調が回復したならすぐにでも全力でトレーニングを行うことです。1から12まで全てのメニューを週に何回行うかはあなたの体力、体調、他のスポーツ活動に合わせて調整してください。そしてスキルトレーニングはできれば毎日行うと良いです。それも同じ意識で20回30回と連続して行うのではなく、
単調な練習にならないように意識するポイントを変えながら少ない回数を頻回行うようにしましょう。そしてたまにはフォームを意識しないでとにかく全力で飛ぶことも大切です。スキルトレーニングについてはまたいずれ脳科学的な観点からも詳しい解説をしていきたいと思います。ジャンプ力アップトレーニングをする上で効果的にジャンプ力を上げるためにはフィジカルトレーニングを行うだけでは不十分です。自分のフォームを客観的に観察しスキルトレーニングで改善していくことも同じくらい大切なのです。僕はジャンプ力アップ企画で104人の方のジャンプフォームを分析指導しましたが、改善点が何もないという人はいませんでした。これは逆に考えればほとんど誰でも伸びしろがあるということです。自分のジャンプフォームを撮影してこちらの動画やトップ選手のフォームを参考にして改善点を探り、フィジカルだけでなくスキルも磨きジャンプ力を高めていってください。健闘を祈ります。